こんにちは、昆布だしです。動物の森ジオラマ制作工程を紹介します。まず最初にメインテーマであるカシワバアジサイを作ります。アジサイの花や葉っぱにはトレーシングペーパーを使いました。白い色を塗って花びらにしていきます。彫刻刀で花びらを切り抜きます。これでトレーシングペーパー3枚分です。5枚を貼り合わせて1つの花にします。中央部を押し付けて花の形にします。花びらだけで丸2がかかったような気がしますが、もう忘れてしまいました。白いワイヤーをカットして花一輪一輪の茎にしていきます。その花をワイヤーに接着し、アジサイの花にしていきます。花の中心にオリーブグリーンを小さく塗って、アジサイをよりリアルにします。次は葉をトレーシングペーパーで作ります。葉の葉脈や凹凸を表現するためにトレーシングペーパーをシワシワにします。葉の色は少しくすんだ若葉色にしました。不均一にするために少し濃い緑でブラッシングします。カッターで葉の形に切り出します。カシワバアジサイの名の由来は、葉の形が柏の葉の形に似ていることから来ているそうです。葉に凹凸をつけて、より葉っぱらしくします。先ほどのワイヤーに葉を一枚一枚接着します。もう少しでカシワバアジサイの完成です。多分80本ぐらい作ったと思うんですが、これも忘れてしまいました。次に石橋を作ります。石橋の土台にはスタイロフォームを使います。スタイロフォームはよくジオラマ制作に使用される材料ですが、ホームセンターで普通に購入できます。またカットもしやすく、とても加工しやすいのですが、それほど高くもないので、とても重宝します。100円ショップでこんな粘土を見つけたので使ってみることにしました。質感がブツブツしているので、石の表現には思った以上に良いと思いました。薄く伸ばした粘土を石橋の形に切り抜きます。次に一つ一つ石の形の型をつけます。石橋の形はピンタレストや本を参考にしました。石の表面の凸凹を表現するために丸めたアルミホイルで強く叩きます。さらにカッターで溝を深く掘り、石が雑に積み上がっている雰囲気を出します。それをちぎって貼り付けることで、より石が積み上がっているように表現しました。ちぎって貼り付ける方法は今回初めての挑戦でしたが、今までよりリアルな感じになっているので満足です。ここからは汚しと呼んでいる作業です。はじめはそのパーツの中で一番色の濃い箇所を着色します。次に色を少し薄くして緑を足した色で全体的に着色します。色を変えながら何度も繰り返して色合いを複雑にします。その方がリアルに見えるような気がしています。僕はいつも砂の表現には100円ショップの土を細かく砕いて使用しています。石が朽ちて苔が生えているような雰囲気にしたくて、ジオラマ用の緑のパウダーを振りかけてみました。この石橋は山の中の小川にかかっているイメージですので、小さな雑草を植えて自然の中にある雰囲気を出します。これも100円ショップで売っている苔プリザーブドという商品で苔そのものです。その苔を石と石の溝に植えて、さらに自然の中の石橋という雰囲気を表現します。最後に
どうしても石橋にツタを這わせたくて、ツタの刃を作ります。トレーシングペーパーを刃の形に打ち抜き、中央部をへこませます。雑草の根っこを乾燥させて、ツタの茎にして石橋に貼り付けました。その茎沿いに先ほどの刃を接着します。さらにアクセントとして明るい緑を刃のところどころに塗って石橋の完成です。次に石橋のある小川を作っていきます。土台はこれもスタイロフォームです。スタイロフォームを重ねて低い箇所を革にします。革底にはサランラップを引いておきます。そしてボンドの上に砂利を引きます。革に引く細かい砂利を作ります。絵の具とボンドと水を混ぜて砂利に着色する液を作っています。砂利となる材料も100円ショップで購入しました。100円ショップはダイソーもセリアもジオラマ材料になりそうなものがないかとついつい目的もなくうろついたりしてます。川の流れる箇所は砂利を避けて低くなるようにします。白くブラッシングしてメリハリを出します。川底がわかりにくくなってしまったので再度着色し直します。川となる樹脂を流し込みます。1回では足りず2回流し込みました。少し樹脂が固まってきたらスプーンで樹脂を変形させて川が流れているようにします。川の水の動きが緩やかすぎました。もっと激しい水の流れを表現するために UV レジンを使います。爪楊枝で UV レジンをかき混ぜてもっと激しい水の流れとなるようにしました。これはセリアのナチュラルモスマットという商品です。僕がジオラマ製作で一番よく使用する商品です。それをちぎって全体的に少しずつ貼り付けます。さらに自然の中の小川を賑わせるたくさんの木や花を追加します。まずは川辺に咲く小さな可愛い白い花を作ります。粘土と白い絵の具を混ぜて花にします。とにかく薄く伸ばして花の形に型抜きます。この花も中央部をへこませてお椀型にします。カスミソウのプリザーブドフラワーを細かくカットして花の中央に接着します。今回葉っぱの材料はすべてトレーシングペーパーを使用しました。従来の樹脂粘土で作るのとは違い、とても薄く作れるので気に入りました。ただまだ初めてですので、もっと研究して上手くなりたいと思っています。今回のジオラマ作品では同じものを一日中作っていることが多い気がします。最後に川辺に生えている樹木を作ります。地味な制作物ですが、撮影した写真を見ると結構いい背景になってくれていたので、作って本当に良かったなと思います。これは昨年家庭菜園で育てていたシソの根っこです。乾燥して保管していました。葉っぱを1枚ずつ根っこに接着します。最後に少し着色を加えて完成です。これで全てのパーツは完成しました。今からパーツを設置していきます。一番心配で一番楽しみなタイミングです。ここでイメージ通りになることはほとんどありません。ですが、イメージ通りではないものの、自分の想像以上の風景が現れたときは心が震えます。作ってよかったと本当に心から思います。そんな風景を皆さんに見ていただき、いいねやコメントをいただけたときには本当に嬉しくて、ついつい今日まで続けてしまいました。いつもご視聴していただいている皆様、今回初めてご視聴いただいた方々、本当にありがとうございます。今回初めて自分の声で作品紹介をしてみました。いかがでしたでしょうか？
次回はこの作品の続きのエリアを作ります。ぜひまたご視聴ください。